はい、キリオです。今日は最新のコーヒースケールをご紹介。I didn't see this coming. Was this a prank you played on me? 今日紹介するのは、マボコーヒーというメーカーがリリースするルミカーブコーヒースケールです。最新も最新。現在、キックスターターで先行予約受付中のモデルです。このルミカーブ、いくつか特徴があるんですが、その中の一つが 1.46 インチの TFT カラースクリーンをディスプレイとして採用している点です。このディスプレイには、重量、時間、フローレートといった項目が表示されるのですが、この表示される項目を自分で使用しやすいようにカスタマイズすることができます。また、ポアオーバーモードの場合は、抽出比率の項目もプラスされて4項目が表示することが可能です。それでこの表示される項目も強調したい項目をカスタマイズすることができます。今は重量が強調表示されていますが、左上のボタンを長押しすることで時間に切り替えたり、抽出比率にしたり、フローレートを強調したりと、自分の使いやすいようにディスプレイをカスタマイズできるというのが特徴の一つです。それだけではなくて、このカラーディスプレイは、このように360度、どの方向に対しても表示させることが可能になっています。それなので、通常はこのように縦表示で、ポアオーバー用スケールとして使えますし、横表示にしてエスプレッソスケールとしても使用できます。また本体のサイズがスリムなので、このようにフレア58で使用することも可能です。そしておじさんが個人的にこのマボルミカーブの気に入った点の一つが、その絶妙なサイズ感です。おじさんは普段、ポアオーバーではアカイアのパール S を、エスプレッソではルナーを使ってるんですけれども、例えばポアオーバーでカラフェを置く。パール S では問題ないんですけど、ルナーにこのサイズのカラフェを置こうとすると、もうディスプレイ部分まではみ出ちゃう。しょうがないんですよね。エスプレッソ用スケールですから。でも、ルミカーブは収まっちゃうんですよ。このアイコサブリューハウスのサイクロンカラフェのレギュラーサイズが収まっちゃう。これがすごく使い勝手がいいなと思うんですよね。例えば、パール S をフレア58に置こうと思っても置けないんですよ。こっちだって、ちょっと使えなくはないけど結構無理やりな感じがしますよね。マボのルミカーブはその絶妙なサイズ感でポアオーバーからエスプレッソまで幅広くカバーできるっていう点がおじさんすごく気に入りました。それではマボルミカーブのデザインと付属品を紹介していきます。サイズは iPhone Pro Max と同じぐらいです。外観のデザインはこんな感じ。すごくスタイリッシュですよね。で、ディスプレイ部分の左側に USB の充電ポートがあります。Type-C の充電ポートです。付属品としてはまず、ポアオーバー用のシリコンマット。エスプレッソでポルタフィルターで継続するとき用の専用のパッド。これを使うと、こういうスパウト付きのポルタフィルターも安定しておくことができます。これがキャリブレーション、構成用の 100g の重り。充電用の Type-C のケーブル。そして持ち運びに便利な収納ケース。そしてマニュアルとクオリティチェックのカードが入っています。それではここで簡単に各ボタン操作の説明を行います。まず、右上がパワーボタン。その下がティアボタン。風体ボタンですね。で、左上がスイッチボタン。で、左下がタイムボタンとなっています。操作方法、簡単な操作方法は、まず、パワーボタンを長押し。すると電源が入ります。で、計測物を上げると、重量のディスプレイが表示されるので、ティアボタンで重量リセット。
で、次にタイムボタンを押して、タイム計測開始。ショートプレス1回でストップ。で、ロングプレスでリセットになります。それでは次に、このルミカーブに搭載されている5つの計測モードについて紹介します。まず今表示されているのがベーシックモード。で、スイッチボタンを1回ショートプレスすることにモードが切り替わります。次はポアオーバーモード。このモードはタイムボタンを押すことでモードの計測が終了します。次はポアオーバーのスマートエンドモード。これは抽出が終了した際にドリッパーをカラフェから持ち上げると自動的に計測が終了するモードです。で、次がエスプレッソモード。で、このエスプレッソモードの次がエスプレッソの連続抽出モードになります。このマボのルミカーブはプレシジョンスケールというだけあって、設定は14項目、細かく設定することができます。設定画面の開き方は、電源ボタンをショートプレス2回。すると設定画面に入ります。14項目すべては紹介できないので、いくつか紹介すると、一番上に表示されているヒストリー。これは、このルミカーブが直近3回までの抽出データを保存してあるので、その保存したデータを見ることができます。ここで電源ボタンショートプレス1回。そうすると、直近3回の抽出データが表示されます。こういった形で表示されます。電源ボタンで元に戻ります。で、その下のエスプレッソアクティベーションモードというのは、エスプレッソモードで計測を終えるときに、カップを取り外したときに計測を終えるのか、ドリップが終了してから、約だいたい2秒間なんですけど、2秒間ドリップがなかったら、フローがなかったら、計測を終了するかという設定をするモードです。あとはこのように、順に14の項目が設定することが可能です。このルミカーブの優れている点の一つが、キャリブレーション機能、構成機能を搭載している点です。キャリブレーションの方法は、ディスプレイの下、左右両方のボタンを長押し。するとキャリブレーションのモードに入ります。で、ディスプレイの方に100g の重りを使ってキャリブレーションしろと表示が出るので、ここでキャリブレーションに入ります。ディスプレイに 100g と表示されたら、付属の構成用の重りを置く。するとディスプレイの方にキャリブレーションが成功したと表示されるので、キャリブレーションモードを終わります。すると 100g と表示されます。0なので一回ティアをして、100。で、このルミカーブの精度がすごく良くて、こういうようにね、どこに置いても 100g で表示されます。で、これってなかなかすごいことなんですよ。それでは実際にコーヒーを抽出しながら各モードを試してみようと思います。まず最初はポアオーバーモード。これはタイムボタンで計測を終了するモードです。じゃまずコーヒー豆を入れて、そしたらここでタイムボタンを押してコーヒー豆の重量を記録させます。すると画面が切り替わって、これで注ぎ始めるとオートで測定を開始します。で、このルミカーブのいいところは、ポアオーバーモードを2つ搭載しているので、ドリッパーを外してソワリングしても測定が終わらない、実用的なモードを備えているところですね。
じゃあここで抽出を終了します。そうすると、このように画面が切り替わって、今の抽出のデータが画面に表示されます。右上からフローレート、でその下がタイム、で左上が抽出比率、そして左下が重量ですね。注いだ重量。あとは下に抽出の簡易的なカーブが表示されます。これすごくいいでしょ、これが。スマートフォンなんかの特別なアプリを使わなくても、こういう抽出を管理できるっていうのはすごく便利だなと思います。それでは次はエスプレッソモードで抽出していきます。カップを置いて、タイムボタン。これで測定の準備が完了しました。それでは抽出を開始します。抽出が完了しました。このように今抽出したデータがグラフで表示されます。なかなかいい感じだと思います。マボルミカーブコーヒースケールいかがでしたでしょうか。見てもらった通りにね、高精度で使い勝手が良くて、で、初心者から上級者までそれぞれのレベルに応じて必要な項目をカスタマイズして表示できるというところが、おじさんはとてもいいマシンだなと思います。これから本格的にコーヒーを始めてみたいという方とか、今持っているスケールをグレードアップしたいと思っている方には、特におじさんはおすすめです。冒頭でも紹介した通り、現在キックスターターで先行予約を受付中なので、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、興味のある方はそちらの方から詳細を確認してください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。